こちらは10円玉より小さい世界最小のイカです。今回はこちらを飼育観察してみました。はい、皆さんこんにちは。早速ですけど、これは何かわかりますか？今泳いでいる生物が何かわかるでしょうか？そう、イカですね。これイカなんですけど、実は世界最小のイカなんです。今カメラに気づいてこちらを見てますね。で、どれくらいこのイカが小さいかというと、なんと10円玉よりちっちゃいです。これ今映ってる画像がそうなんですけどね、10円玉の3分の2ぐらいしかないですね。今日はそんなイカを、飼育して観察してみたという動画になります。この子はですね、ヒメイカという種類のイカになります。世界最小のイカです。今回は視聴者からこのヒメイカの飼育動画を見たいということで、わざわざ送っていただいたので、これを飼育観察していきたいと思います。で、こうやって見ると本当にちっちゃいんですけど、姿は完全にイカなんですよね。ちゃんと足もあるし、エンペラの部分もあるし、本当にもうミニチュア版のイカっていう感じですね。今、水合わせをしているところなんですけれども、この後水槽に移していきましょう。今回用意したこちらの水槽ですね。で、あともう一個別の水槽もあるんですけど、両方に分けてこのヒメイカを飼育観察していきたいと思います。で、まず早速水合わせをしたヒメイカを投入していきます。はい、無事水槽に入りました。まだちょっと落ち着かない様子なんですけど、姿形はやっぱり完全にイカですね。すごい可愛らしい感じで泳いでます。シルエットとしてはそうですね、スルメイカとかあの辺に一番似てるのかなと思いますね。少し普通のイカと比べるとやや動きが刻みというか震えているような感じの動き方をしてます。これがヒメイカの特徴なんですけど、こういう風に何かにくっつくんですよ。今エアストーンにこうピタッとくっついてるの分かりますかね。他のイカと同様ちゃんと墨も吐きます。今墨を吐いたシーンは撮れなかったんですけど、画面の中央に浮いてる茶色っぽいもの、これが墨ですね。他のイカと違うのは黒ではなくて茶色い墨を、赤茶色っぽい色ですね。なんかこの動きを見てるとイカというよりクリオネとかああいう生物に見えなくもないですね。で、今回もこのイカがもう1センチ 1.5 センチぐらいしかないので、めちゃくちゃ小さくて取るのってすごい苦労しました。ところどころボケてたりブレてたりするんですけど、その辺はすいません、許してください。今複数のカメラで撮影しているところです。で、今この画面左のイカに注目してほしいんですけど、今からなんと共食いのようにくっつきます。もう一度スローで見てみましょう。一番左のイカがね、エアストーンにくっついて休んでいるイカになんか捕食シーンのように噛みつくんですよね。最初共食いしてんのかと思ったんですけど、どうやらこれ交尾らしいです。別カメラで撮った映像がこちらです。こうやって見ると体の模様とかもアオリイカとかヤリイカとか他の種族と全く同じような模様をしてますよね。もう片方の水槽がこちらです。このヒメイカはアマモという海藻によくくっつくらしいので、似たような人工海藻を入れてみたら、今映ってるようにちょうどアマモにくっつきました。こういう感じですね。結構ね、この形で休んでたりします。あとはアマモじゃなくて水槽の壁にくっついたりもしてますね。はい、こちらを見てて可愛いですね。少し早送りしながらね、ヒメイカについて学んでほしいと思います。まずこのヒメイカなんですけど、太平洋側の三陸沖以南の海域に住んでいる。で、浅い海域のこういうアマモが生えているような藻場にいて海藻にくっついているようです。で、寿命はなんと3ヶ月です。もちろんこの、生まれた時から、死ぬまでが3ヶ月なので、幼体の時からこういう風に成体になるまでが3ヶ月なんですね。なので成体になった後は1ヶ月とかそれぐらいしかいけません。で、今回送っていただいたこのヒメイカももうすでに成体になってますし、先ほども交尾をしていたので、もう本当に数日とか1週間で
死んでしまってもおかしくないぐらいの寿命なんですね。生息海域の話に戻るとですね、結構日本中にいるよというようなこと書かれてたりするんですけど、少なくともこの能登半島ではあまり見たことがないので、もしかしたらこの日本海側にはいない可能性もあるんじゃないかなと思います。飼育を始めて数日が経過しました。相変わらずヒメイカちゃんたちは水槽で元気に泳いでいます。飼育し始めよりは体色が透明に近づいているような気がします。泳ぎ回ってることもあるんですけれども、結構は休んでることも多いです。例えばこんな感じですね。壁にくっついて、1匹は今泳いでるんですけれども、もう1匹は下の方で壁に完全にくっついて休んでます。このヒメイカなんですけど、生きた餌しか食べないということで、イサザワミというすごく小さいこの小型のエビを用意しました。この小型のエビを水槽に入れて、ヒメイカの捕食シーンを観察してみたいと思います。はい、でヒメイカ以上に小さくてかつ透明なので見にくくて申し訳ないんですけど、早速水槽に入れてみたいと思います。はい、投入しました。今透明なのがこうぴょんぴょん跳ねてるの分かりますかね。これが全部イサザワミですね。ちょっと脱皮後の殻とかも浮いちゃってるんですけど、そういうのは気にせずに見てください。で早速ヒメイカが反応してますね。おで今捕まえました。捕食しましたね。バッチリ捕まえてます。捕食時の姿勢とか捕食シーンはまさしくイカでしたね。こちらも壁にくっついているイサザワミに対して近づいてます。お、炭を吐きました。炭を吐いて、はい、イサザワミを捕まえましたね。いやーすごいな。これだけ小さくてもイカなんですね、やっぱり。で今の捕食シーンをもう一度スローで見てみたいと思います。で今後ろから近づいてきて、イサザワミがこう水槽の壁にくっついてるんですね。で、近づく前に炭を吐きました。しかも何回も吐くんですよね、炭を。で近づいて捕らえると。この触腕2本で捕らえに行く感じも本当にイカですね。一般的なイカはね、結構逃げる時に炭を吐くんですけど、こいつは捕まえる前に炭を吐いてますね。で、吐かれた炭がこちら。ちょっと茶色っぽいですよね。はい。で、ちょっとピントが合ってないんですけど、これも後ろからイサザワミを追いかけてます。で逃げるイサザワミを追いかけてるんですけど、ここでエアストーンにくっついてるイカがイサザワミを食べましたね。こいつ休んでるように見せかけて食べるんですね。でやっぱり頭のところって言ったらいいんですかね、アオリイカがアジとかを捕らえに行く時と全く同じところをまず真っ先に食べようとしています。で結構ね、こうやって壁にくっつきながら食べてる子も多いんで、捕まえた後はこういう風に壁とかアマモとかにくっつきながらゆっくりと食事をするんだと思います。結構ね、こういう風に炭を吐きながら捕まえるのはやっぱ他のイカとは違う特徴なのかもしれませんね。このエアストーンにくっついている白いモヤモヤみたいなものがあるんですけど、これは卵です。初日にね早速交尾してたと思うんですけど、もうすぐに卵を壁であったりこういうエアストーンだったりに植え付けてました。でこれは食後の一服をしているヒメイカです。食事が終わると壁にくっついて一服しています。で結構ねこのヒメイカ自体がちっちゃいので、もしねヒメイカを採取できる地域に住んでる人とかだとね、結構小型の水槽でも買えるんじゃないかなと思います。みんなが休んでる時はみんな壁にくっついて休むし、誰かが泳ぎ始めると他の個体もこういう風にふわふわ泳ぎ始めたりするんですよね。この子はねずっと逃げ回ってたイサザワミをようやく捕まえて壁にくっつきながら食べています。結構ね1回に 2,3 匹食べたりするんで、寿命が短い分たくさん食べて早く成長するんじゃないかなと思います。はい、こちらは完全に休憩モードのヒメイカ、上にもいます。でこのヒメイカの左側、これもね卵ですね。卵っぽいものが壁に
産みつけられています。でも本当に小さすぎて本当に撮影が難しい。もうすぐにピントが合わなくなるんですよね。マクロレンズとかを買わないとうまく撮れない気がします。この子は捕食体制に入ってます。あ、やばい、またピンボケした。うまく合うかな。いやー、合わない。あ、炭入ってますね、これ。捕まえたっぽい。捕まえたっぽいな。はい、食べてますね。捕まえた後は壁にくっついて捕食してます。やばい、食べながらこっち見てますね、この子は。やっぱちょっと気になってんのかな、カメラが。かなり近づいて撮ってるんで、やっぱり警戒してると思います。そんなヒメイカなんですけど、やっぱりね、こう寿命的なものなのか、そもそもイカ類の飼育は難しいんで、こういう風にね、亡くなってしまう個体もいます。だんだんね、数が減ってきてます。イカがね、どんどん減っていくのと、壁に産みつけられている卵もね、少し増えてきた気がします。そっからね、1週間2週間ぐらいして、とうとうね、ヒメイカがみんないなくなってしまいました。で、いなくなった後に一応その卵がね、産みつけられていたので、水槽としては残したままずっと管理していると、今画面見えますかね、めちゃくちゃちっちゃいのがぷよぷよ浮いてるんですけれど、これ多分ヒメイカの幼体です。卵が一部孵化して、こういう感じでヒメイカの幼体が生まれているのが見えました。一応ブラインシュリンプっていう餌とかを用意して与えたんですけれども、うまく幼体の飼育はできずという状況でして、もちろん自然に返すことも考えたんですけれども、こちらにいるかどうかわからない種族でもありますし、いたとしても遺伝子汚染の危険性とかもあるので、自然に返すということはいたしませんでした。今回は10円玉より小さい世界最小のヒメイカという魚の、飼育を実際やってみて観察をしてみました。で、めちゃくちゃ本当にちっちゃくて、見た目はイカなんだけど、イカのようにね、餌を捕食したりするのだろうかっていうところがすごい気になってたんですけど、いざやってみたらイカのように、餌を捕食して食べてましたね。で、寿命が本当に短いので、数日とか1週間ぐらいしか飼えないんじゃないかっていうのはもともと言われてたりしたんですけど、その中でもね、実際買ってみてこういう風にイカらしい姿が見れたのは非常に良かったかなと思います。今回は視聴者さんのリクエストっていうことで、視聴者の方が捕まえたヒメイカを実際送っていただいて買ってみたんですけれども、他にもねリクエストがあったらコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それではまた次回お楽しみに。